どうも指揮官の皆様、お疲れ様です。ハニバタです。今回はアタッチメントについてやっていきます。極限アップグレードが実装されるということで、今後は本命のアタッチメントを基礎値最大かつ強化値 200% にするやり込みが今までよりも現実的なものになってきます。前回はアタッチメントの大雑把な選び方について入門編と題してやってきましたが、今回は強化編ということで実際にアタッチメントのランダム強化100連分を行いつつ極限アップグレードに関連付けて考察していきます。内容としてはこちらのような感じになっております。これから推しやエースアタッカーのアタッチメントをバチバチに強化していきたいぜという方の参考になれば幸いです。まずは極限アップグレードについて分かっていることは以下の通りです。エルモンの説明ではまずは通常強化でランダムでいい値を引いてから残りの分を極限チップで強化していくといいよとありましたが、実際今でも可能なランダムの強化はどれぐらいの費用でどの程度の強化が見込めるのか、極限チップの前の下準備ではどの程度コストをかけるのか、ひとまずランダム100連してみてこの目で確かめつつ皆さんにも見ていただきたいと思います。今回の強化についてはこんな下準備と目標でやっていきます。マズルが全然いいの出なかったんで、とりあえず他の3箇所、これから実装のベクターや長距離にダメ押しを拾ってきました。サブステに関しては攻撃会心をどうにか拾ってきております。ここのサブステ厳選もだいぶ地獄でしたが、まあそこは運しかないので割愛いたします。ゴールドは350万ほど用意してきましたが200万ほど使用します。強化の目標はサブステの平均が 150% 以上、つまり合計値 450% 以上を目指します。まずは1箇所目アンダーバレルからやっていきます。いい数値が出たらコルフェンがリアクションしてくれます。逆にひどいのが出たらキャロリックがウサギになります。それではスタート。はい、一発で目標値が出ました。何も面白みがなさすぎてなぜ実況形式でやらなかったのか編集しながら後悔しております。とりあえず気を取り直してというか、2つ目に行きます。お次はグリップです。こちらは基礎値がめちゃくちゃ優秀なんでぜひバッチリ評価もしたいです。さてスタート。はあ？はい、今回は25回50万かかりました。だいぶいい方なんじゃないかなとは思います。続いて3つ目いきます。最後はサイトです。はい、また上振れてしまい7回で終わってしまいました。どうやら今日は運がいいらしいですね。もしかしたらガチャを引くべき日なのかもしれません。一旦これで3つ分強化終わりとなります。結果としてはこんな感じです。合格ラインに33回やって450% 以上が3回出ましたと。なんで22万ゴールドぐらいで1個いい値が出ますという結果になりましたって、そんなわけあるかいと。ちょっと1個目が一発で合格ラインが出たりして上振れが過ぎますよね。さすがにせっかくなんでもう68回ほど100連って言いましたからね、まだ68回あるんで今回強化したアタッチメントをさらにいい値、例えばランダムでオール200が出る可能性に期待してさらに上の数値を目指して回してみます。さすがに68回分は長くなるんで倍速してかつカットしていきます。眠い。漫画みたく次のカットには任務が終わっているなんて都合のいいことにはならないか。もういいよね。
はい、終わり。追加で150万ゴールドぐらいですかね。消費させていただいて強化してきました。結果としては合計の値が 470% から 490% にちょっとだけ更新することができましたが、オール200とかは全く出る気配がありませんでした。これで100連分、正確には101回分回したんですが、だいたい数値と結果をまとめるとこんな感じになっております。あくまで450だとか400というのは僕が仮定したラインなので、そこにこだわる必要はあまりないんですけど、それぞれ目安とした時に100回程度の数をこなした場合の平均でかかる費用はこれぐらいという感じになりました。本当は1000回とか2000回ぐらいで試したいんですが、強化用の素材のアタッチメントを持てる個数が、そこまでは全然無理なのと、ゴールドをそもそも集めるのがしんどいので、今回はこのボリューム感でやっておりました。さて、ここまでの結果から分かったことをまとめていきます。どこまで強化するかについてですが、例えば300から 350% ぐらいの合計の強化値で終了した場合、合計が 450% 以上で終了した場合と比べると、この後の極限チップを使ったと想定すると、極限チップでの強化の回数はおよそ10回多く必要になります。動画を見る限りだと、極限チップでの強化は1回5万ゴールドを使うみたいなので、平均値の6万ゴールド、300から 350% ぐらいですね。で、終了した場合と比べると、合計した場合のゴールドがわずかに得する可能性があるっちゃあります。ゴールドの部分は割とどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、回数分貴重なチップが温存できるというメリットはあります。ただし、ここで罠が一つあって、エルモンの説明通りなら、ステータスが一つでも 100% 未満の場合は極限増幅ができないので、やり直しになってしまうということになります。普通に強化した時に 100% 未満の数値が入っていたのは今回 82% もありました。なのでこの罠に引っかかってしまう可能性が結構高いです。例えば、一番惜しいパターンで言うと、攻撃ボーナスが 200%、会心が 190%、で、攻撃力の実数が 90% とか引いちゃうと、めちゃくちゃ喜びがないみたいな状態になってしまいます。それでもいい値が出るまでやれば、ゴールドは損しますが、一応チップは温存できるということになるんですが、正直結構厳しいですよね。ここまでの結果を踏まえて、極限チップが1回5万ゴールドと想定した場合の今後の強化プランを考えてみました。まず1つ目がランダムを省いて無難に確実にいくプラン。一発目の強化からオレンジの増幅チップを使って出た値ですぐに極限増幅チップに移行します。この場合は44000ゴールドが初期費用となって、そこから残りの強化分のゴールドとチップが必要になります。増幅チップの強化値は平均 350% なので、おおよそ25回分強化費用と素材、さらに基礎値を上げる分の極限増幅のチップとゴールドが必要になります。1回しか強化しないので、正直上振れも下振れもあるかなと思いますが、最大で基礎値の分を除くと極限強化では30回分の強化コストが必要になります。2つ目がワンチャン残しプラン。今回の結果を信じると、オレンジの増幅チップの平均が82000ゴールドで 350% 以上の強化値となりましたので、3回だけランダム強化をするプランとしました。まず2回普通にランダム強化して4万ゴールドを払って、そこでダメなら3回目に増幅チップを1回使って終了とします。増幅チップの平均は8万2000ゴールドだったので、8万4000ゴールドで3回お試しをして平均値以上を狙っていくパターンです。ただ最初の2回中2回極限増幅に入れない値が出る可能性が高いので、正直あまりおすすめはしないです。3つ目はチップを温存したいプラン。今回やったように50万から100万程度下準備の出費を見込んで、ランダムで高い値を引くまで粘ってから極限チップに移行するパターンです。この場合は増幅チップは一切使いません。普通のやつですね。ゴールドがバカみたいにかかるリスクと引き換えに確実に極限チップの温存はできます。一応基準を下げて 400% という条件なら極限増幅に入れる数値が出た回数は今回は8回でした。8% って感じですね。
この場合は平均で下準備には25万ゴールドの出費が必要となります。極限増幅の必要数は出た値次第ですが、およそ15回から20回プラスアルファといったところになります。いやお前一体何の話してっかマジで全然わかんねえよっていう方がいらっしゃるんだろうと思うので、一応ちょっとまとめたものを表示しております。ちょっと残りの時間こちらを見ていただけると幸いです。いかがでしたでしょうか。このゲームの沼というかやり込み要素の一つであるアタッチメントの強化についてトライしてみました。皆さんがどのぐらいのサルディスゴールドを普段から抱えているのかわからないので何とも言えないですが、いざ強化を最大までするとなるとだいたいアタッチメント1箇所で100万から200万ぐらいは軽く飛びそうかなという印象です。ランダム強化の下準備で最低4万から多いと50万とか60万とか、プラスそこから極限チップの強化で6、70万から170、80万ぐらい飛ぶっていう感じですね。どちらもランダムの時にどの程度の値を引きに行くかにもよりますが、どちらにしてもここから先はゴールド周回、いくらやっても足りないゴールド、そういう感じになってきそうです。アタッチメント強化に関しては極限チップのアップデが来てからこれまで説明したことを入門編と合わせて短くまとめた動画をまた作ろうかなと思います。今回の動画の内容は以上となります。動画をご視聴いただきありがとうございます。この動画に少しでも丸をつけてもいいかなと思っていただいた方は、ぜひチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。今後もドルフロ2の動画を作っていきますので、またご覧いただけたら幸いです。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。